最初に吹いた篠笛はどこのメーカーとかありますか？篠笛の吹き方ってこんなにあるんだっていう、ね、他では出ないような音色がここは出るって言われるような笛を作りたいと思ってるから、まあ、吹けば吹くほど笛って成長するんだっていうのを示してくれた笛、これを売ってくれってまあそうですね、10人ぐらいから言われてる。僕も欲しいなって思ってました後編はですね、秀勝さんと一緒に篠笛についていろいろと喋っていきたいなと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日制作の人が面白いものを用意してくれて、ここにトークテーマの書いた、オレンジ色の紙がございます。こちらを、引いていって、そのトーク内容について、2人でお話喋っていこうかなと思います。何が出るか怖いね。怖いですね。じゃあ僕弾かせていただきます。どうぞ。ドン。お、篠笛にも、興味を持ったきっかけ。はい。最初に吹いた篠笛とか、はい、影響を受けた、人物や音楽、はい、始めた頃と現在の篠笛の印象の違い、はい、なるほど。じゃあ秀勝さん興味を持ったきっかけは、はいはいはい、昔太鼓をやってて、そうですね、はい、太鼓をやってて、その太鼓の人たちでみんなで笛をやるっていうことになったので、笛を持ったっていうのが最初かな、まあそこで興味があるからもあったんだけど、笛を吹き始めたっていうような感じで、最初に吹いた篠笛はどこのメーカーとかありますか？どこだったかな、フラカンだったかな。なるほど、フラカンだったような気がする。でその後竹の笛は宮本宇之助商店さんの、丸宮の笛だったと思う、を吹いたかなと、で影響を受けた人物や音楽、でもちょっと篠笛とそれるかもしれないですけど、音楽結構ね秀勝さん好きっていう話は。そうだね、まあでも好きってそこまでではないかもしれないけど、もともとギターをやってて、ギターの時はいろいろやったけど、最終的にはサーフロック、インストの、ベンチャーズとか、そういうのが好きで今でも聴くけど、あとは子供の頃よく聴いてたのは民謡だね、じいちゃんの影響で。それは結構今につながりますよね。そうだね、今思うと。で、始めた頃と現在の篠笛の印象の違いどうでしょう？始めた頃は吹くので必死だからさ、なんともあれだけども、今はね、それが印象の違いとか、今もむしろその作るということが仕事になってるから、なんだろうね、いろいろ見えてくる部分もありますよね、作ってて。そうだね、印象の違いっていうと、篠笛は簡単に買って使うものが自分で使って使うもの、作って使うものに変わったっていう感じかな。あとその理想の音とか吹奏感が作れるようになったから、なお作って使うみたいな。なるほど。奥がで様々みんな人それぞれ好みがあるからね、奥が深すぎて大変マジで人によって結構違いますもんね。言ってることも全然違うね。同じ笛吹かせても多分人によってね、印象変わりも、言ってること違いますもんね。そう確かに笛って難しいよね。難しいですね。楽器は難しいじゃないですか。感性の問題ですから、人によってその感性って全然違いますから。じゃあ次、私篠笛に持ったきっかけ、僕はそれこそ同じであれなんですよ、地元の太鼓グループに最初所属して太鼓を始めたのがきっかけで、その前に盆太鼓、父と弟もやってるんですけど、父の影響で盆太鼓3歳から始めて、でそこから太鼓グループ入って、でそこから太鼓グループに篠笛吹く人が数人いて、で一番最初に買った篠笛はやっぱりプラスチックでしたね。そうだよね。でそこからある程度ちょっと吹けるようになって、竹の笛を買ってもらうってなった時に、宮本宇之助さん商店さんで買った、蘭城管の歌手の8本調子を
を買ってたのが竹の初めての、でそこからもっと上達して、蘭城さんの本漆の展示巻、今でも持ってますけど、それを吹くようになって、で結構そこからその太鼓と笛よりもその音楽としてその篠笛をやっていくっていう方向に切り替えたというか、いうふうになりましたね。で影響を受けた人、影響を受けた人は僕はあれですね、もともと鼓動が好きで、やっぱり和太鼓奏者、誰もが最初憧れる鼓動さんに憧れて、で鼓動の元メンバーだった加納康和さんにすごく影響を受けて、何回も教えてもらったりして、でその影響でしばらく蘭城管とか使って、で加納康和さんの教則本についてる CD に合わせて笛を吹くっていうのを小学校の時ずっとやってましたね。始めた頃と現在の篠笛の印象の違い、印象だいぶ、僕も結構いろんなそのところに所属というかいろんな吹き方をやってて、加納康和さんみたいな吹き方をする時もあれば、青森県のね、お祭りの笛をたくさん習った時期もあって、今は自分でいろいろ試行錯誤しつつも江戸囃子とかやったり、新しいことやってるよね。そうだよね。トライしてみたりして、すごい篠笛の吹き方ってこんなにあるんだっていうのが今の印象ですね。でも江戸囃子って結構キン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 鳴らす笛だと思ってたんですけど、なんかよくよく聞いてるとすごいなんでしょう、太い音色というか、ちゃんと人に聞かせるために吹いてるというか、なんかそんな印象が今あって、鎌倉なんかはそうですよね、しっとり聞かせる系のあれじゃないかな。完全になんか子守歌みたいに聞こえるし、印象的なその投げ合いとかもそうだね。そういう吹き方もしたりとかさ、してるんで、なんか奥が深いなっていうのが印象ですね。深いね、やっぱそうだよね。吹いても作っても深いよね。そうですね。じゃあお好きなこれで、ドドン。奏者として篠笛に求めること、どんな音色が理想か、どんな笛が演奏しやすいと感じるか。奏者、俺からですかね。でも作り手としても答えられなくはないかもしれないですね。そうですね。やっぱり僕は結構ドレミ調の笛をよく使うので、どんな時でもピッチがやっぱり安定して、とは言っても自然のね、竹の自然の素材で、しかもチューニングのね、そういう操作もしにくいのでなかなか厳しいのかなと思うんですけど、ある程度一定に吹いた時に綺麗にチューニングがされる、しかも両音と、ちゃんとそれが吹き分けても割と一定に保たれてるのが結構理想ではありますね。あと音色に関してはそうですね、奏者として音色を吹き分けるっていうのも自分の使命というかできることというかやらなくちゃいけないことだと思うので、いろんな音色に対応してくれる笛っていうのが理想ですね。どうですかね。そうだね、奏者ではないけども、笛ってそのいろんなことをトータル的に見ると、癒しみたいなものがあって、でその癒しを達成するためには今力が言ったようなその操作性だったりとか、そういうのが良くないとそういうところにはつながっていかないっていうふうになるかなと思うので、やっぱそのね音に癒されるわけであって、でその音を奏でる方も出せるかどうか、音程ももちろんそうだし、そういうところを重点を置いて作っているっていうような形かな。でやっぱりあとはね、他では出ないような音色がここは出るって言われるような笛を作りたいと思ってるから、っていうのがあるかな。なるほど。確かに秀勝さんの笛は、例えばねよくあるシチュエーションとして和太鼓
数人対忍笛1人みたいな、でノーマイクみたいな、そういう状況でも、対応できるし、で逆にピアノとかその洋楽器との、アンサンブル、でそういうバラードとか、そういうねシチュエーションにも同じ笛で対応できるっていうのが、なんかすごいなと思って。そうね、やっぱりその、一つの笛でいろんな音色が出るというかね、要するにそれもやっぱり吹いてる人の感情が入れた時にそういうような雰囲気が出るかどうかっていう、ちゃんと応えてくれる笛っていうのもなかなか正直ね、作るの難しいと思う。そうなんだよね。そこの面ではかなり秀勝さんの笛には俺も助けられてる部分ではありますので、ありがとうございます。今後もそのような笛をぜひ作っていただければと思います。じゃあ続きまして、3つ目のお題に行きたいなと思います。どどん。はい。出ましたね。お互いのお気に入りの忍笛、気に入っている理由をお答えくださいということで。持ってくるか。持ってきますか。持ってくるか。持ってきてないっていう。ちょっと持ってきます。はい、ということで、笛を工房から持ってきました。お互いに自分の笛ですね。じゃあ僕は3本選びました。短い順からいきます。まずこちら、篠笛の、吹き漆。これ吹き漆もちょっと特殊な吹き漆ですよね。もうね、どうしたか覚えてないけどね、年季入ってるよね。なんかね、多分俺がオーダーした時に黒かなんかで吹いたのかな。なんかちょっと変わった吹き漆してくださいって言った記憶があるんです。で普通は吹き漆って茶色ですか？そうだね。なんですけど、ちょっと変わった色をオーダーして、で経年変化でだいぶなんか色が薄くなってきて、ここら辺とかも面白いですね。剥げてるかもしれない。剥げてるかもしれないですね。っていうので、見た目も気に入ってるんですけど、これの一番の思い入れは、吹けば吹くほど笛って成長するんだっていうのを示してくれたですね。最初からすごい鳴るんですけど、やっぱり太鼓とかとやっぱ8本調子なんです。そうだね、多いよね。8本調子なんでやっぱり太鼓と合わせることが多いんですけど、太鼓と合わせるにあたってとにかく生音ででかい音っていうのをこだわって吹いてるんですけど、本当に吹けば吹くほど音は大きくなるし、音色も豊かになってきて、で太鼓と合わせていっぱい息を入れて大きい音で吹いてるんですけど、バラードとか吹いてもすごい合うようになってくるから、ポテンシャルがどんどん伸びていく、吹けば吹くほどっていうのが分かった篠笛として1本紹介させていただきました。でもう1個はダダン、こちらですね。音色6本。はい、音色6本調子。秀勝さんの音色シリーズという音色感。はい。中の漆を1回しか塗ってないね。1回しか塗っていないという、非常に酢竹の感触に近い笛なんですけども、これも非常に音色が独特で、息の擦れる音というかザラッとした音が出る。音がまたこれが味のある音色がしてとても好きです。でもう一本こちら、黒虎の5本調子でございます。黒虎さっきの対談でもちょっと話したんですけど、やっぱり何よりレスポンスがとてもいいのが特徴で、なおかつその表面のザラザラ効果によって倍音がすごく伸びてくれるので、レコーディングした時もマイク乗りが良かったりとか、レコーディングじゃなくてライブの時でも篠笛が1段階ぐらい浮いて聞こえるというか、いい意味でくっきりして聞こえるので、すごい実用的な篠笛だなと思って、選ばせていただきました。で僕のトータルの笛の特徴はですね、巻きがない。そうだね。で僕は巻きがついてるのよりも巻きのついてない、状態の方が音色的にかなり好みなので、僕の笛はほとんど巻きがついていないのが特徴です。じゃあ秀勝さんのお気に入りのお気に入り、お気に入りはいっぱいあるんだけども、2巻だけ持ってきて、1本は
通の須岳の篠笛3本調子かな。令和元年に作ったのでもう7年前ぐらいの、6年半とか7年前の笛なんだけど、竹がねすごくいい竹で、こういう竹がもう取れなくて、やっぱ吹いても、篠笛なんだけどすごい音色が豊かな音がする笛で、なおかつそのね経年で漆の状態も良くなってきて音色がますます良くなってる状態な感じのが1本、と真竹の1本調子、これは、令和4年ぐらいに作ったやつなんだけど、やっぱ吹いてると音色がだんだん良くなってきて、でこれ両方サンプル缶で、この真竹の笛は特に出店の時置いとくと、これを売ってくれって、そうですね、10人ぐらいから言われてる。僕も欲しいなって思ってましたそうですね、10人に言われたらもう売れないんだけど、物差しとしても使ってて、これが吹くとこうなんて言うんだろうね、こう鳴らしたいっていう気分になる笛ですごい特徴的なのが節が多いですよね。これ節多い、かなり多い間だけですよね。作るの大変だったと思う、確か。なんか超なんていうんですか、憶測なんですけど、節が短くて細い竹っていうのは成長が遅い。節が多いと、そう、節が多くて短い竹っていうのは、それはね成長が遅いんじゃなくて、真竹の竹やぶの外側に生えてる竹っていうのは節が多い。それはなぜかというと竹やぶを守るために節が多いの。で中に入ると節が多くないっていうようなことは、どちらかというとその竹やぶの外側で取れて硬いんですかね、外の方が。硬さはあんまり感じないけども、外側にともかく節が多い竹は生えてる。やっぱりあれですね、篠笛と真竹なんですね。そうで、やっぱりこの巣の状態が好きだね。これはね、塗ってないやつが好き。僕も結構巣だけの竹ので巻いてないのが好きなんだけど、これはひびが入りそうなんで頭だけ巻いちゃってるんだけども、巻いてないのが自然の感じで。そうですね、それはすごくわかります。でさっき令和6年の竹を使ってたじゃないですか。僕もよく見たらこの2巻は令和元年、令和元年の近い頃の。そうですね、でも確かに令和元年の竹は硬いイメージがあってすごい好きですね。いい竹がねあったんだけどね、もうね取り尽くしちゃったからねでもね、その竹を取るっていうのも非常に重要な作業なんですね。かなりいい竹がないとやっぱり自分の中でいいっていうものができないからね。じゃあそんな感じで、篠笛、お気に入りの篠笛紹介でした。では、最後の、トークテーマに行きたいなと思います。じゃあ秀勝さん、最後上からペロッとめくっていただいて、どうぞ。篠笛を通じて挑戦したいこと、今後の展望について。いいですね、いいお題ですね。展望、ちょっと考える時間を。もう決まってる。でもこれは。本当ですか。決まってる。じゃあそれでも最後にバシッと決めていただきたいんで。いや、そんなかっこよくない。本当ですかそんなかっこよくない。じゃあ秀勝さんから聞いてみましょうか。展望は、有名になる気はないけど、世界に篠笛を発信して、作ったものを世界に使ってもらって世界一って言われることが夢。でも有名になる気はない。いや、なるほど。っていうのが今ずっとここのところ思ってるところかな。あと現実的、かなりぼやっとしてる目標だけども、あとは現実的に今考えてるのは工房をいずれ建てることが夢かな。なるほど。そうですね、今も工房ありますけど、もっとどんな感じにしたいとかありますか？動線が、工房の中の動線がうまくいってないので、もうちょっと動線がうまくいくような配置の工房にしたいなっていう。ちなみに世界一になるためにはどんなことを今後やっていきたいとか、どんなことを、トライして世界一に。やっぱり日本はあれだけど海外の人に知ってもらうっていうのがまず大前提で、演奏家の人たちに
海外行って使うと多分そういうところで知ったりする場があって、であとはやっぱ販売拠点的なものをやっぱり海外に作って、それで知っていただくというか、っていうのが今思ってるところかな。なんかね最近だと中国とかそうね、結構中国はだいぶ任天堂さんのゲームの影響で、多分だいぶ名前は知っていただいてるかな。なるほど、そうね。日本でもねもちろんしのぶえってちょっとずつなんか個人的にはなんかやりたいって言ってる人増えてるような気はするんですよ。なんかね伝統芸能でここまでなんかやりたいって言ってる人が増えてる、肌感でね感じるのなかなかないんですけど、正直増えてますよね。なんか増えてる感じでアメリカでもやっぱり増え人口が右肩上がりみたいな。そうなんですね。結構ね外国の人に日本文化って受け入れられて人気があるのかなっていうところで、まあ何をもって世界一なんだかわからないけどね。確かにそうですね。それがだから販売数なのか技術なのか、俺は技術の方でいきたいんだけど。じゃあ私のしのぶえを通じて挑戦したいこと、そうですね。僕は音楽としてしのぶえを使うこともやりながら、伝統的なことも最近たくさんトライしてるんですけど、今まで培ってきた技術とか今後培っていく技術を、に磨きをかけてですね、よりその音楽活動にぶち込んでいきたいし、あと今まではずっと笛を吹いてそれを音楽に融合させていくっていうのが、よくやってることなんですけど、せっかくねなんか今音楽いろんな技術が進化してるんで、それこそギターのエフェクターみたいなのとかそういったものにそのしのぶえ当てはめてどんな音楽ができるかとかっていうのをトライしていきたいですけど、なんか多分幅はすごい広がるんじゃないかなこの時代。可能性は無限大だからね。そういうことをトライしていきたいですね。あとは筆勝さんを世界一にするために僕の演奏で筆勝さんの笛を広めたいとは本当に心から思ってますし、ありがとうございます。はい、いろいろお話ししていただいてありがとうございました。こちらこそ。はい、いろいろ今後の活動にも活かせるような工場見学とか、いろいろさせていただいて、より身が引き締まって精進していきたいなと、思っております。なかなか見れない工場の姿や秀勝さんの人柄もなんとなくお伝えできたんじゃないでしょうか。普段はもっとふざけてます。またなんかどっかで飯でもそうですね、行けたらいいですね。はい、お願いします。ということで、ここまでのお相手はお世話になっております秀勝さんでございました。どうもありがとうございました。また今後ともよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。じゃあまた。